いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回のテーマは釣りと車の関係。一見すると関係のなさそうな2つの存在ですが、実は深く結びついているんです。釣りをするのになぜ車が必要なのか、どんな車が釣りに向いているのか、今回はそんな疑問に釣り人目線で解説いたします。本日の結論です。釣りと車は切っても切れない関係にある。本日の目次です。釣りは移動の趣味。釣り具は思った以上に多い。釣り者に求められる条件とは。釣り人に人気の車種。車のトラブルが釣りを台無しにすることも。車中泊釣行の魅力。まとめ。それでは順に解説していきます。釣りは移動の趣味。釣りというと釣り竿を持って海や川に行く、そんなイメージがあるかもしれませんが、実は釣りの本質は移動にあります。釣り人は魚を探して動きます。潮の流れを読みながら堤防を移動し、ルアーを投げて反応を探る。朝まずめにアジを狙い、反応がなければ漁港を変え、河口へ。坊主を避けるために1日に何箇所も移動することもあります。つまり場所を変えることが釣果につながる。これが釣りという趣味の根底にある考え方です。そしてその場所を変えるための道具こそが車なんです。釣り道具は思った以上に多い。初心者のうちはロッドとリール、クーラーボックスがあればいいやと思うかもしれません。しかし釣りにはまっていくと道具はどんどん増えていきます。例えばアジングならロッドは2本、ジグヘッドは10種類以上、ワームのカラーも5色から6色、そしてランディングネットやヘッドライトも必要。夏場ならタックルの他に虫除け、椅子、パラソル、熱中症対策の冷却グッズも欠かせません。これらを電車や自転車で運ぶのはかなり大変です。特に雨が降った後は荷物も濡れるし汚れる。だからこそ車という運搬装置が必要なんです。釣り者に求められる条件とは。では、釣りに向いている車とはどういう車でしょうか。ここでは4つの観点で解説します。荷室の広さ。まず何よりも重要なのは荷室の広さ。釣り道具はかさばります。ロッドケース、バッカン、クーラーなどが入るスペースが必要です。特にロッドを折らずに詰めるかどうかは車選びの重要ポイントです。汚れに強い内装。釣りでは砂、泥、魚の匂いは避けれません。水や汚れに強いラゲッジスペースがある車が理想。樹脂系のフロアや簡単に拭ける内装が便利です。悪路、狭道対応。渓流釣りやジーソなど舗装されていない道を走ることもあります。車高が高く 4WD 機能がある車はその点で有利です。燃費と維持費。釣りの遠征は片道 100km を超えることもあります。燃費が良く、軽自動車など維持費の安い車は釣行の回数を増やす上でも現実的な選択肢になります。釣り人に人気の車種。実際に釣り人に人気の車を紹介していきましょう。スズキエブリー。釣り人の間で最強と呼ばれる軽バン。後部座席をフラットに倒すと広大な荷室が出現。ロッドを天井に吊るして収納する人も多く、車中泊にも対応できます。ホンダ N 版。助手席まで倒せる構造が特徴。長尺ものの積載にも強く、デザイン性も高いので若い釣り人にも人気。スバル、フォレスター。アクロ対応なら SUV が強い。高い最低地上高と AWD 前輪駆動で渓流や磯輪までガンガン行ける安心感があります。トヨタハイエース。海釣り派の本命。とにかく荷物が詰めて車中泊も快適。グループ釣行や家族連れにもおすすめ。もちろんそれぞれに一長一短はありますが、
自分の釣りスタイルに合った車を選ぶのが一番のポイントです。車のトラブルが釣りを台無しにすることも。釣行の楽しさは車のコンディションにも左右されます。釣れた、さあ帰ろうというタイミングでバッテリーが上がってエンジンがかからない。渓流沿いのぬかるみでスタックして助けを呼ぶ羽目になった。そういった経験をした釣り人は少なくありません。釣りの相棒として車を使うなら、日頃のメンテナンスや緊急時の備えも忘れてはいけません。携帯用ジャンプスターター、スコップ、牽引ロープ、簡易チェーンなどがあれば万一の時に役立ちます。車中泊釣行の魅力。車中泊と釣りの相性は抜群です。金曜の夜に出発し、釣り場近くの道の駅で仮眠。早朝にポイントに立って朝まずめを狙う。釣りの合間に車で休憩し、昼寝もできる。そのまま夜釣りにも行けて、終わったら車で寝る。ホテルも予約しなくていいし、自由度が圧倒的に高いんです。最近では、ポータブル電源やシェードカーテン、車中泊用マットも手軽に手に入るようになり、快適さは年々進化しています。釣りが旅になる。それが車中泊の最大の魅力です。まとめ。釣りは自然相手の遊び。でも、その自然に近づくためには自由に移動できる足が必要なんです。その役割を果たしてくれるのが車。車があれば好きな時に好きな場所へ道具も自由に持っていけるし、休憩も寝泊まりもできる。まさに釣りという趣味を支える屋台骨なんです。これから釣りを始める人にとっても、すでにベテランの方にとっても、車はかけがえのないパートナー。だからこそ自分にとって最適な一台を選び、そしてしっかりケアすることが釣りを長く楽しむコツなのです。いかがだったでしょうか？今回は釣りと車の関係についてお話ししました。この動画が車選びや乗降スタイルを見直すヒントになれば嬉しいです。釣りって学べるでは、今後も釣りに関する情報や考察を楽しくわかりやすくお届けしていきます。実際に乗られている釣り車などございましたらコメントで教えてください。この動画が良かったなと思われましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。